こんにちは、レイムです。今回は日本一の温泉県で暮らそうという、大分県へ移住を検討している方へ向けた冊子を使って、移住先の市町村の魅力を紹介していくシリーズの第2回目です。このシリーズでは冊子に掲載されている12市町村の記事を紹介しますので、この他の市町村の紹介動画も見ていただけると嬉しいです。また気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いします。今回は中津市の記事を紹介します。記事の紹介には、移住先のイメージを課題にしたり損なったりしないために、感想は挟みませんのでご了承ください。それでは中津市の記事をご覧ください。ゆっくりしていってね。中津市。北側に周防灘を望む一方、南部に広がる本耶馬渓、耶馬渓、山国といった山間部が多くを占める中津市。ハモやカキが特産の漁業のほか農林業も盛ん。大分空港、北九州空港から車で約1時間。森林資源が豊かな山の国で林業と炭焼きに打ち込む。木佐貫明さん、45歳。福岡県北九州市出身。実家で暮らしながら食品卸会社や宅配会社に勤務。過去に神戸や横浜にも住んだが、炭焼きができる山間部への移住が長年の夢だった。自宅は増築部分を含めて 7DK プラス土間と、一人暮らしには十分すぎる広さ。空き家バンクを利用して借りた古民家。猿飛線坪峡や間林峡といった秘境に近い立地も気に入ったそう。林業はきついこともある反面、山の中で作業する気持ちよさもと木佐貫さん。現流域の山国地域から周防灘まで市内を貫流する山国川は、緑と水の環境に恵まれた中津市の象徴。かつて体験用に使われた窯を修復して炭焼きに活用。いずれは本格的な窯を構える計画だ。炭はまだ商品化の段階ではないものの、分けてほしいという地域の人からの声は多い。月木邦夫さん勝子さん夫妻は、秋の恒例山国かかしワールドの創始者で、炭焼きの先輩でもある。競走馬と騎手のかかしは協力隊任期中に一緒に作った。炭焼き生活に憧れて景勝地に囲まれた山懐へ。中津市中心部から南へ30キロ余り。豊かな森林資源に恵まれた山国地域は、ホタルの飛び交う源流の町として水の里100選にも選ばれている。ここへ福岡県から木佐貫明さんが移住したきっかけは炭だった。20代の頃、備長炭のことが知りたくて和歌山県の炭焼き職人の元へ飛び込みました。3ヶ月ほどでしたがとても楽しく、いつか山で炭を焼く暮らしがしたいと思っていたんです。40歳を過ぎて真剣に考え始めた頃、友人を訪ねて山国地域を訪れ、猿飛線坪峡や間林峡などを見て回り、心を動かされた。山に囲まれ、ここなら好きなだけ炭焼きができそう。ちょうど地域おこし協力隊の募集があり、過疎化する地域のため少しでも力になれたらと、2016年1月から山国地域の担当として着任。活動を通して人のぬくもりに触れ、改めて地域の魅力を実感した。3年の任期を終えた現在は林業につき、ベテラン職人と一緒に森林管理などを請け負い、空いた時間に炭焼きに取り組んでいる。ようやく納得できる炭が焼けるようになったところ。販売はまだですが、家の薪風呂に使うと最高。高温を長く保てるし、お湯が柔らかくなるんです。目標は林業と炭焼きを半々にすることで、それぞれの魅力を伝えていきたいと話す。大木を切り倒す迫力あるシーンは、ほとんどの人が見たことがないはず。林泊みたいな感じで、林業を体験して河原でお弁当を食べ、夜は自分で焼いた炭でバーベキューを楽しむプランも面白いかも。山国地域での暮らしに癒されることも多く、家を一歩出ると大自然が広がり、空気も水もきれいと木佐貫さん。特に初夏に乱舞するホタルの光景は、これまで体験したことがないほど感動的だという。担当者より、空き家見学は休日も対応します。大自然のアクティビティ満載の中津で、思い思いの中津をぜひ体験してください。地域振興校長課坂内浩二さん。
最大50万円の空き家改修補助や最大10万円の家財等処分補助のほか、空き家バンクを利用した移住者向けに各種補助金を用意。地元出身者向けの U ターン住宅改修補助も。土日祝日も空き家見学に対応する相談窓口を開設しているので、まずはお問い合わせください。資料館を開設して山国の歴史を発信。私も移住しました。高志純一さんは、2015年に地域おこし協力隊として福岡県から移住。担当した山国地域の歴史に魅せられ、任期後も留まることにした。特に戦国時代の剣豪家山村六助に興味を持ち、自宅の一角で資料館を開いていますと高志さん。地元の小桂幹事で働きながら、地域の魅力発信に努めている。イベントで回転焼き山国六助焼きの販売も行う高志さん。家山村六助資料館の情報は Facebook 六助印で検索。以上で中津市の記事の紹介は終わりです。次回は日田市の記事を紹介します。ご視聴ありがとうございました。